あの人、怒らせたら怖そう。なんか、全部見透かされてる気がする。INFJ と関わったことがある人なら、一度はそんな風に感じたことがあるかもしれません。実は、INFJ は16の MBTI タイプの中で、最も危険と言われることがあります。INFJ って優しい人たちじゃないのだ。なんで危険なのだ。でも、その危険性の裏には、INFJ さん自身が抱える深い悩みが隠されています。自分は冷たい人間なのではないか。なぜ自分だけがこんなに疲れるのか。自分の怒りが制御できない。今日は、そんな INFJ さんの心の奥にある、苦しみと、老荘思想の、無意自然、という根本的な解決策をお話しします。お疲れ様です。会社員のひなたです。今日は INFJ が最も危険な性格タイプと言われる理由と、その背景にある INFJ さん自身の苦しみについてお話しします。まず最初にお伝えしたいのは、この危険性は決して悪いことではないということです。INFJ の持つ深い洞察力、強い直感、そして人への深い共感、これらの特性が時として他の人にとって圧倒的に感じられることがあるんです。圧倒的ってどういうことなのだ。例えば、相手が何も言わなくても、その人の心の状態や、抱えている問題が手に取るように分かってしまう。表面的な会話をしていても、その人の本音や隠している感情が見えてしまう。そして、その人がこのまま進むとどんな結果になるかも予測できてしまう。これは、INFJ の素晴らしい才能です。でも同時に、相手にとっては、全部見透かされている、ような恐怖感を与えることがあります。そして、INFJ さん自身も、この能力のせいで深く、傷ついたり、疲れ果てたりしてしまうことがあるんです。今日は、INFJ が危険と言われる6つの特徴を順番に見ていき、その後でこれらの特徴を持つ INFJ さんが抱える3つの深い悩みと、その根本的な解決策をお伝えします。それでは、INFJ が最も危険と言われる6つの理由を第6位から順番に見ていきましょう。第6位、相手を完全に解体する。INFJ は人の心理構造を深く理解する能力に長けています。相手がなぜそう考えるのか、なぜそう行動するのか、その根本的な動機や価値観まで見抜いてしまいます。例えば、職場で威圧的な態度を取る上司がいたとします。多くの人は嫌な上司だな、で終わりますが、INFJ は違います。この人は幼少期に認められた経験が少なく、権力を持つことで自分の価値を確認しようとしている。だから部下を萎縮させることで、自分の存在意義を感じているんだな、というところまで分析してしまうんです。すごいけど、確かにちょっと怖いのだ。この能力は、カウンセリングや人事などの分野では非常に価値があります。でも、日常生活では、相手にとって丸裸にされたような不快感を与えることがあります。相手の言動の裏にある動機、矛盾、未処理の感情を静かに見抜いて、構造ごと分解してしまう。本人が気づいていない痛点に触れるので、良い使い方をすれば深い支援になりますが、乱用すると、心の急所をつくことにもなりかねません。第5位、失敗への道筋を予言する。INFJ の直感力は、未来の可能性を見抜くことにも発揮されます。この人がこの関係性をこのまま続けたら、きっとこんな結果になる。ということが、まるで映画を見るように見えてしまうんです。例えば、友人が今度の彼と結婚することになったの、と嬉しそうに話しているとき、INFJ はすでにその関係性の根深い問題や、二人の価値観の違いから生じるであろう将来の困難を見抜いています。この人は相手の話を最後まで聞かない癖がある。お互いに本音を言えずに我慢している部分がある。金銭感覚や将来設計で根本的にズレがある。など、表面的な幸せの裏にある不安定な要素が見えてしまう。でも、それを指摘すると、水を差す人、祝福してくれない人、と思われてしまう。だから黙っているしかない。そして実際に予想通りの問題、価値観の衝突や関係の破綻が起きた時、やっぱり、という複雑な気持ちになるんです。確かに、幸せそうな友人に、うまくいかないかも、なんて言えないのだ。直感で、このままだと関係性が行き詰まる。どちらかが我慢し続けることになると筋道で感じ取ります。コミュニケーションパターンの歪み、お互いへの期待のズレ、未解決の価値観の違い、つながりとして見える。これを厄介者だと受け取る人もいますが、正しく扱えば早期警告のアラーム役になります。大切なのは断定的に伝えるのではなく、私はこう感じるんだけど、どう思う？という問いかけの形で、相手が自分で気づけるようにサポートすることです。第4位、INFJ の適度。普段は穏やかで優しい INFJ ですが、一度怒ると、その怒りは他のタイプとは質が違います。感情的に爆発するのではなく、冷静に、論理的に、相手の急所を的確についてきます。長い間我慢していた不満や怒りが、ある瞬間に一気に言語化されます。
しかも、相手の心理を深く理解しているからこそ、と言えば一番効果的に相手に届くかを知っている。その結果、相手にとっては一撃必殺のような言葉になってしまうことがあります。普段優しい人が怒ると確かに怖いのだ。普段は穏やか、でも越えてはいけない線を踏まれた瞬間、静かな怒りが決壊します。声を荒げるというより、態度と決断で示すタイプ。道徳や誠実への侵害に対しては、引き返さない強さが出ます。第3位、完璧なカメレオン。INFJ は相手や状況に応じて自分の表現方法を巧みに変えることができます。上司の前では真面目で責任感のある部下、同僚の前では親しみやすい仲間、後輩の前では頼りになる先輩、それぞれの場面で相手が求める理想的な人物を演じることができるんです。空気を読み、相手に合わせ、場の調和を作るのが上手。どんなコミュニティにも自然に溶け込めます。ただし、やりすぎると自分が消える。信頼を一気に獲得できるわけ。誤用すると、合わせて近づくこともできてしまう。これは高い社会的応能力の表れですが、同時に本当の姿が見えない。何を考えているかわからない。という印象を与えることがあります。長期間この状態を続けていると、INFJ さん自身も、本当の自分って何だろうと混乱してしまうことがあります。第2位、巧みなフェードアウト。INFJ は関係を終わらせる時も独特です。激しい喧嘩をするわけでもなく、明確にもう会いたくないというわけでもなく、徐々に距離を置いていきます。返事が遅くなり、会う頻度が減り、気がつくと完全に関係が切れている。相手にとってはいつの間にか消えていたような感覚になります。明確な衝突を避けつつ、静かに距離を取る。連絡頻度、時間帯、関わりの流度を調整して、無理なく離れていく術を持っています。自分を守る大切な力。一方で、説明が不足すると相手は取り残された気持ちになることも。これは、INFJ が争いを避けたがる性質と、相手を傷つけたくないという優しさから来ています。でも、相手にとっては何がいけなかったのかわからない。というもやもやした気持ちが残ることがあります。第1位、究極のドアスラム。そして第1位は INFJ の最も有名な特徴、ドアスラムです。これは長い間我慢していた INFJ がある瞬間に完全に心のドアを閉ざしてしまう現象です。それまでは何度でも許し、理解しようと努力し、関係を修復しようとしていたのに、ある限界点を超えた瞬間、まるでスイッチが切り替わったように、その人への感情が完全に消えてしまいます。そして、二度とその関係を元に戻すことはありません。線を越えられ続けたと感じたとき、関係を完全に閉じる決断力、再開はほぼしない場合が多いです。自己保護の最終手段、ここに至るまで、実は何度もサインを出していることが多い。これは確かに相手にとってはショックなのだ。相手にとっては突然切り捨てられたように感じますが、実際には INFJ の中では長い間警告が発せられていたんです。ただ、その警告が分かりにくい形だったため、相手が気づかなかっただけなんです。INFJ さんのこれらの危険と言われる特性は、実は自分を守るための大切な防衛本能であり、あなたの特別な力でもあります。この力を適切に使うことで、悪意ある人々から自分を守り、健全な人間関係を築くことができます。悪意ある人々との関係を早期に断つ方法。早期に断つ見極めサインは3つあります。1つ目、こちらのに耳を貸さない人。2つ目、ミスや不快を一貫して人のせいにする人。3つ目、秘密、時間、お金のラインを曖昧にしてくる人。これはわかりやすいサインなのだ。初手フレーズは短く、感情を入れず、記録が残る形で伝えることが大切です。その対応はできません。今回は見送ります。時間の都合で受けられません。次は条件が合えば、個人的な話題は、ここでは控えさせてください。段階的な距離の取り方としては、スケジュールを埋める、返信の窓口を一本化、話題を限定、会う頻度を下げる、必要なら関係終了を宣言、という順番で進めていきます。境界線の設定と自己需要の重要性、そして、そのために最も大切なのが、境界線の設定と自己需要です。自分の心を守るために線を引くこと、そして、そんな自分を丸ごと受け入れること、これらの危険な側面は、あなたの優しさを守るための盾であり、あなたの信念を貫くための剣でもあるんです。自己需要の一言として、私が冷たいのではなく、私が私を守っているだけ、と自分に言い聞かせてください。言いにくいけど、短く淡々と、なのだ。感情で説明しすぎると揉めるのだ。そう。説明を増やすほど、交渉の余地だと受け取られます。短く、繰り返す。これが効きます。ここまで見てきた危険な特徴を持つ INFJ さんは実は深い悩みを抱えています。3つの主要な悩みを見ていきましょう。悩み1、自分は冷たい人間なのではないかという罪悪感。相手を解体してしまう洞察力、予言、
してしまう直感力、そしてドアスラム。これらの特徴を持つ INFJ さんは、しばしば自分を責めてしまいます。普通の人なら、もっと相手を信じてあげるのに、もっと感情的に、怒るのに、私はなんでこんなに冷静に相手の急所をついてしまうんだろう。関係を切るときも、もっと情に流されるべきなのに、なぜこの悩みが生まれるのか。INFJ さんは深い共感能力と、人との調和を重んじる心を持っているからです。自分の行動が、たとえ自分を守るためであっても、相手を傷つけたかもしれないという可能性を考えると、深く心を痛めてしまう。幼少期から、良い子を期待されやすい環境で育ち、調和役を任されがちで、境界を示す練習が少ないことが影響しています。また、INFJ さんの持つ理想主義があります。常に完璧な自分、完璧な関係性を求めがちなため、少しでも理想から外れる行動をすると、自分を厳しく責めてしまう傾向があるんです。優しい心があるからこそ、自分を責めてしまうのだ。そうなんです。実際には、INFJ の行動の根底には深い愛情があります。相手を理解しようとする気持ち、相手の成長を願う気持ち、そして自分自身を守ろうとする自然な防衛本能。でも、その結果が冷たく見えてしまうことで、自分を責めてしまうんです。悩みになぜ自分だけがこんなに疲れるのかという孤独感。INFJ は常に多くの情報を処理しています。相手の感情、場の空気、未来の可能性、そして自分の感情、これら全てを同時に感じ取り、分析し、対応しようとします。職場でも、家庭でも、友人関係でも、常に気を使う側になってしまいます。相手の機嫌を察して先回りしたり、トラブルを予防したり、みんなが快適に過ごせるように配慮したり、でも、その努力は当たり前のこととして受け取られ、感謝されることは少ない。なんで私だけがこんなに疲れるんだろう。他の人はもっと気楽に生きているように見えるのに、そんな孤独感を抱えてしまいます。他者の感情を先回りして背負いがち。説明しなくても察するから、周囲も甘いやすい。INFJ さんはカメレオンのように周囲に合わせてしまいがちなので、その場では疲れていることを悟られません。そのため、周りからはいつも元気だね、何でもできるね、と思われがちで、自分の疲労を理解してもらえないことが多いんです。INFJ さんの内向的な性質と外向的感情のバランスがあります。内向的であるため、エネルギーの回復には一人の時間が必要なのに、外向的感情の働きで、つい他者に合わせてエネルギーを使ってしまう。そして、その疲労を誰にも理解してもらえず、深い孤独感に陥ってしまうんです。悩み3、自分の怒りが制御できないという恐怖感。普段は感情を抑制している INFJ ですが、限界を超えた時の怒りの強さに自分自身が驚いてしまうことがあります。あんなにひどいことを言うつもりじゃなかった。でも、言った瞬間はスッキリした。これが本当の自分なのかもしれない。そんな混乱した気持ちになります。そして、また同じことが起きたらどうしよう、という恐怖感を抱えてしまうんです。小さな不快を飲み込み続けた末の結界、怒り、悪と捉え、早い段階のサインを否認しがち。INFJ さんは自分の感情を深く内側に秘める傾向があるからです。小さな不満や怒りを溜め込み、それを表に出さないように努力します。しかし、限界を超えると、ダムが決壊するように一気に感情が溢れ出してしまいます。いい人でいなければ、という役割が強いほど、怒りを遠ざけ、爆発時に自己嫌悪が増す。INFJ さんの持つ、高い理想、と、強い信念、があります。自分の大切にしているものが脅かされた時、その怒りは、正義感と結びつき、非常に激しいものになります。そして、その怒りのエネルギーの強さに、自分自身が戸惑ってしまうんです。3つとも、とても辛い悩みなのだ。これら3つの悩みには共通の原因があります。それは文化的、環境的な役割の固定化です。INFJ は幼い頃から優しい子、気が利く子、大人っぽい子として評価されることが多く、いつの間にかその役割を演じ続けることが当たり前になってしまいます。家族の中では調整役、友人グループでは相談役、職場ではサポート役、常に他者のニーズを優先し、自分のニーズを後回しにする役割です。この役割固定化が3つの深刻な影響をもたらします。1つ目は自己感覚の薄まり。自分の声が遠くなる。自分の自然な反応を悪いこととして捉えてしまうこと。本来は健全な境界線の設定や自己防衛が冷たい、わがままとして自分を責める材料になってしまいます。2つ目は不公平の蓄積。小さな我慢が関係を蝕む。エネルギーの一方的な消耗です。常に与える側に回り、受け取ることを忘れてしまう。これが慢性的な疲労感と孤独感を生み出します。3つ目は孤立の強化。本音を出すほどらしくないと言われる。感情の抑圧とその反動です。優しい役割を維持するために感情を押し殺し続けた結果、限界を超えた時に制御不能な怒りとして爆発してしまいます。これらの悩みを根本的に解決するために、今日は老荘思想の無意自然という考え方をご紹介します。無意自然は老子の思想の中核となる概念です。無意は作為的でないこと、無理をしないこと。自然
ありのままであること、おのずとそうなることを意味します。つまり、力んで何かを成し遂げようとするのではなく、自然の流れに沿って生きることです。自然の流れに沿って、具体的にはどういうことなのだ？これは、何もしない、という意味ではありません。むしろ、最高の行動を意味します。自然の法則に逆らわず、自分の本質に沿って、必要なことを必要なだけ行う。そんな生き方です。老子は、上善水のごとし、という言葉も残しています。最も優れた生き方は、水のようである、という意味です。水には5つの特徴があります。1つ目は、柔軟性。水は容器に合わせて形を変えますが、本質は変わりません。これは、INFJ さんのカメレオンのような適応力に通じます。2つ目は、浸透力。水は小さな隙間からでも入り込み、やがて大きな変化をもたらします。これは、INFJ さんの深い洞察力に通じます。3つ目は、低いところに流れる謙虚さ。水は決して高いところを目指さず、自然に低いところに向かいます。これは、INFJ さんの平和を愛する心に通じます。4つ目は、清浄力。水は汚れを洗い流し、清らかにする力を持っています。これは、INFJ さんの純粋な心と理想主義に通じます。5つ目は、生命を育む力。すべての生命は水なしには生きられません。これは、INFJ さんの存在そのものが多くの人の心に生命力を与えていることに通じます。INFJ の特性は、実はこの水の性質と非常に似ているんです。だからこそ、無意自然の考え方が INFJ の悩みに効果的なんです。INFJ さんが抱えがちな罪悪感、孤独感、恐怖感は多くの場合、自分の本質に逆らって無理をしている状態から生まれるからです。無意自然の考え方は INFJ さんは本来持っている特性を否定せず、むしろそれを自然な形で活かし、自分らしく楽に生きるための指針を与えてくれるんです。具体的なシチュエーションで無意自然ができている時とできていない時の思考を比較してみましょう。シチュエーション1、上司から急な残業や無理な依頼をされた時。無意自然ができていない時の思考、力んでいる状態。断ったら上司に嫌われるかも、私の評価が下がるかもしれない。私が引き受けないと他の誰かが困る。私が頑張ればきっと乗り切れるはずだ。結果、自分のキャパシティを超えて引き受け、疲弊し、イライラが募る。最終的に仕事の質が落ちたり、体調を崩したりする。無意自然ができている時の思考、水のような状態。依頼の目的と期限を確認しよう。私ができる範囲を静かに提示して、選択肢を出せばいい。今の私のエネルギーはこのくらい。これ以上は無理をすると、全体の質が落ちる。具体的な行動、プロジェクトの重要性は理解しています。ただ、現在の品質基準を保つには、丸日は必要です。品質を下げるか、締め切りを調整するか、どちらがよろしいでしょうか？今日はどうしても外せない用事がありまして、残業は難しいです。明日の午前中であれば、集中して対応できますが、いかがでしょうか？シチュエーションに、友人から個人的な深い悩み、相談や、終わりの見えない愚痴を聞かされた時、友人を助けてあげなきゃ、私は何とかしてあげなきゃいけない。この友人を放っておいたら、もっと打ち込んでしまうだろう。私は聞くしかない。結果、友人の感情をすべて吸収し、自分の問題のように感じて疲弊する。友人関係の境界線が曖昧になり、依存される関係になってしまう。今必要なのは解決か、ただの共感かを聞こう。自分の体力に合わせて時間を枠取りしよう。友人の辛い気持ちはよくわかる。でも、友人の問題を解決するのは、友人の役割だ。話してくれてありがとう。今日は30分なら落ち着いて聞けるよ。解決のヒントは欲しい？それとも今はただ聞いて欲しい？辛いね。話してくれてありがとう。もしよかったら、専門家の人に相談してみるのもいいかもしれないよ。私も一緒に調べてみようか。シチュエーション3、家族から過度な期待や干渉を受けたり、価値観を押し付けられた時、家族の期待に応えなきゃ、親を悲しませたくない。私が我慢すれば、家族関係はうまくいく。家族の価値観に従うべきだ。結果、自分の本音を抑圧し、息苦しさを感じる。自己肯定感が低下し、家族との関係にストレスを感じ続ける。感謝は伝えつつ、私の線を静かに置こう。できる、できないを区切れば関係も長持ちする。家族の気持ちや期待は理解できる。でも、私の人生は私のものだ。気にかけてくれてありがとう。〇〇は私が決めたいの。手伝ってほしいときはお願いするね。家族を大切に思っているのは変わらないよ。ただ、私にもできることとできないことがあるんだ。〇〇については頑張るけど、〇〇については今の私には難しい。理解してもらえると嬉しいな。水の例え、わかりやすいのだ。柔らかいのに、ちゃんと器の縁、境界があるのだ。無意自然を実践するコツは3つあります。1つ目は、小さく始めて積み重ねること。1日1つのノー、1日1つの自分のイエスから、会話に、私は、と感じます、を1回入れる。いきなり大きな場面で実践しようとせず、日常の小さな選択から始めてみてください。2つ目は、環境の選択とホロ調整。連絡手段を一本化。数値を時間で区切る。会う頻度、人数、
滞在時間を先に決めておく。水は流れる場所を選びます。あなたも自分が自然体でいられる環境を意識的に選び、少しずつ調整していくことが大切です。3つ目は、つまずきへの対処法。後悔が出たら、次はどういうと台本を一行作る。無理した日の翌日は、回復日を予定に入れておく。境界を伝えて関係が崩れるなら、それは長期的に守るべき関係化を見直す合図。完璧を目指さないことです。時には力んでしまうこともあるでしょう。それも自然なことです。最後に、とても大切なことをお伝えします。あなたはすでに、完璧な水難です。INFJ の深い洞察力は、水の浸透力そのものです。相手の心の奥深くまで理解し、やがて大きな変化をもたらします。INFJ の柔軟性は、水が容器に合わせて形を変えるように、相手や状況に応じて最適な対応を取ることができます。INFJ の謙虚さは、水が低いところに流れるように、決して自分を誇示することなく、自然に人を支えます。INFJ の正常力は、周りの人の心を清らかにし、癒しを与えます。そして、INFJ の存在そのものが、多くの人の心に生命力を与えているんです。INFJ さんの特性って本当に素晴らしいものなのだ。危険と言われる特徴も、実は水の力強さの表れです。水は時として岩をも削り、大地を変える力を持ちます。でも、それは破壊のためではなく、新しい生命を育むためです。あなたの洞察力、直感力、そして時として発揮される強さも、すべては愛から生まれています。ただ、その力を自然に、無理なく使えるようになることが大切なんです。役割に縛られる必要はありません。優しくなければいけない。我慢しなければいけない。みんなを支えなければいけない。そんな思い込みから自由になってください。あなたは、ただあなたらしくいるだけで、十分に価値のある存在です。水が流れるように、自然に、無理なく生きてください。それが、あなたにとっても、周りの人にとっても、最も美しい生き方なんです。みんなも自分らしく生きられるといいのだ。今日の気づきや水の一言、コメントで教えてほしいのだ。みんなの実例が誰かの助けになるのだ。今日の話で少しでも心が軽くなったなら嬉しいです。あなたの体験や気づきをぜひコメントで聞かせてください。一人一人の声が他の視聴者さんの励みにもなります。高評価、チャンネル登録で応援していただけるととても励みになります。お疲れ様でした。今日もよく頑張りました。お疲れ様なのだ。